皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日米首脳会談がアメリカで行われました。このニュースを元として今回は、今私たちが生きている時代というのがどのような時代なのかという話を少ししていこうと思います。皆さんは今私たちが生きている時代というのはどのような時代に後の世では定義されると思われるでしょうか。私は今の時代というのは第二次冷戦の入り口なのではないかと考えています。しかし今後の展開によっては、いやいや第二次冷戦ではなく第三次世界大戦のその始まりの時期というふうに捉えられるかもしれません。これは後々どのようなことに展開していくかというのが今生きている私たちには見えないわけですが、しかしそのようなことが想定される状況に私たちは今生きているということは間違いありません。今回の日米首脳会談というのはそうした後々何が起こるかということを見据えていく上では重要な出来事だと言えるでしょう。まずは話の土台となる日米首脳会談、どのようなことが行われたのかニュースを見ていきましょう。日米声明、台湾海峡明記、初の会談、中国の威圧に反対。菅首相とバイデン大統領は16日午後、ホワイトハウスで初めて会談した。両首脳は日米同盟の結束を示す共同声明をまとめ、中国が軍事的圧力を強める台湾海峡について、平和と安定の重要性を強調すると明記した。両岸問題の平和的解決を促すとの文言も入れた。両首脳は、新たな時代における日米グローバルパートナーシップと題した共同声明をまとめた。外務省によると、日米首脳間の文書に台湾が記されるのは1972年の日中国交正常化の前の1969年以来およそ半世紀ぶり。菅首相は会談後の共同記者会見で、東シナ海や南シナ海における力による現状変更の試み、地域の他者に対する威圧に反対することで一致したと述べた。バイデン氏は、我々は21世紀に民主主義が勝利すると証明すると強調した。台湾への言及の背景には、有事への懸念が高まっている状況がある。日米が結束して中国の行動に反対する姿勢を明確に示す必要性があると判断した。香港と不新疆ウイグル自治区の人権状況をめぐり、共同声明で深刻な懸念を共有すると表現した。日米両国は中国との率直な対話の重要性を認識する。直接懸念を伝達していく意図を改めて表明し、共通の利益を有する分野に関し、中国と共同する必要性を認識したとも表記した。日本側は主要7カ国 G7 で唯一対中制裁を科していない。首相は記者会見で日本の立場や取り組みをバイデン氏に伝えたとき、理解を得られたと考えているとも表明した。この点については日本側では説明を尽くしたかのように書かれているわけですが、アメリカ側としてはなぜ日本は対中制裁を実際に行わないのかという部分についてはかなり不満があることでしょう。首相は記者会見で日米同盟の重要性がかつてなく高まっていると指摘した。バイデン氏も日本の安全保障を鉄壁で守ることを確認したと語った。共同声明でアメリカの核を含むあらゆる種類の能力を用いた日本防衛への揺るぎない支持を明記した。アメリカによる防衛義務を定めた日米安全保障条約5条が沖縄県尖閣諸島に適用されると再確認し、日本の姿勢を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対と足並みを揃えた。この文書は以前から何度となく確認されてきたものですが、この言葉がより今は意味が重くなっていることが重要だと言えるでしょう。日米はアジア太平洋地域の安全保障に関し、インドとオーストラリアを加えた4カ国による枠組み、クアッドの協力も重視している。新型コロナウイルスをめぐっても、日米や4カ国の枠組みで連携すると確認した。世界規模のワクチンの供給などの協力を謳った。他にもミャンマー問題や、もしくは北朝鮮を想定しての日米韓3カ国の連携についても、今回の共同声明などに盛り込まれています。まず現在の状況から簡単に言うと、新型コロナウイルスの問題もあって世界各国の首脳は実際に会って話し合いをするよりもオンラインでの会談が主体となっています。しかし今回行われたのは実際に会っての話し合いでした。問題となっている新型コロナウイルスが主題になるわけではなく、今回の共同声明で見られたのは中国に対してどれだけ強いメッセージを発するかということが主題になっていました。ですから今回の日米首脳会談というのは今後の国際情勢上においても非常に重要な意味があったと言えるでしょう。例えば今回の日米首脳会談が政治ではなく経済的な話がメインになっていたら、それは日本にとっても良いことではなかったと言えます。例えば
アメリカの貿易赤字問題、自動車産業に対する圧力というものが強まって、日本で生産するな、もうアメリカで生産しなさいというような圧力が強まったとすれば、日本経済にとっても大きなダメージとなったわけです。しかし、そのような話し合いというものは行われた形跡というものは現在のところは発表されていません。そして政治上の話題がメインになって、しかもそれが中国に対する強いメッセージでしたよというのは、今後日本にとって覚悟を求められることでもあります。まずアメリカ側にしてみれば、台湾の問題について言及するのをアメリカ自身一国だけで話をするよりも、日本を同席させる形で話をすることができたのは、彼らにとっては外交的な成果と言えます。何しろ台湾有事がもしも発生した場合において、米軍がどこから出発するか、もしくは補給を受けるか、そういった話をするときに欠かせないのが日本という存在だからです。アメリカにとって日本というのはそれこそ中国に対する前哨基地としては非常に有力な場所であり、台湾問題について日本と意識を共有するというのは今後のことに絶対欠かせないことだからです。そして今後日本にとっても覚悟が求められるというのはどういうことかというと、先ほども述べたようにアメリカ軍が日本から出発し、そして戦地に向かうとするならば、それはまさに日本の関与も当然ありますよということだからです。この話題だけでも日本国内においては論争が起きそうですが、私自身は当然のようにそのことを前提とした話し合いというものを準備というものがされるべきだと考えていますし、台湾で何か起こった時に日本から一切部隊を出させないなどということになれば、それは台湾に対する支援を日本がしないということであり、中国側の一方的な戦いになることを意味します。このようなことがあってはいけません。しかし、問題の本質というのはそこではなく、日本はアメリカと同盟を結んでいます。そのような形で先端が開かれた場合に当然のように連携を図る必要がある。そのことを前提として日本が体制が整っているかというところには大きな問題があります。だからこそその点について準備を整えていく必要がある。その覚悟というものがどんどんと必要性が高まっていくのです。なぜならばこの台湾問題というのは中国にしてみればあくまでも自分たちの領土内における一つの地方に過ぎない。その地方で我々が何をしようとも外国の意見というものは一切受け付けないよという論理的な立て付けになっています。このことは尖閣諸島についても全く同じことで、中国人民解放軍が台湾に対する攻撃を行ったとしても、それはあくまでも国内紛争に過ぎない。このことを尖閣諸島にも当てはめることが彼らの論理となっているからです。尖閣諸島で何か起こったとしても、それは中国の国内の問題であって、日本が関わろうとしても、そこに関しては米軍の介入などを許さないよということを中国側は事前に何度となく警告しているわけです。このような論理というのは彼らにとっては勝手にやっているものであり、日本側の許すものではありません。ですから彼らがこのような論理で日本に対して侵略行為というものを行うことを宣言しているのですから、それに対応した法律や装備といったものが当然のように必要なわけです。そして軍事的な観点から言えば、もしも中国人民解放軍が台湾に対する武力攻撃を行うという時には、それと同じようなタイミングで尖閣諸島に対しても当然のように駒を進めてくることでしょう。なぜならば尖閣諸島を例えば軍事拠点化することができ、そこに中距離ミサイルなどを配備することができれば、台湾の北の海などは彼らにとっては制海権を得ることが十分に可能だからです。もちろん中国本土から対艦ミサイルなどが撃てることは当然考えられるわけですが、遠くなればなるほど実効制圧力というものは下がることとなります。そして何よりも尖閣諸島を自国の軍事拠点化することができて、それを取り返そうと日本もしくはアメリカが動いたとなれば、それは先ほども述べたように彼らにしてみれば自国の領土に対する外国の攻撃であるという論理立てを引っ張り出してきて、国際世論に対してどっちが悪いんですかということを曖昧にすることができるわけです。この点に関して日本は国内で議論が十分できているとは言えない状態です。この点に関しては日本としてはさっさと尖閣諸島に公務員を常駐させるといった穏当なやり方でも良いから、まずは自分の守りを固めるということが非常に重要ですし、またできれば自衛隊の基地などを置くといったことも私は検討すべきだと思いますし、さっさと実施すべき課題でもあると思います。そしてこのような中国に対する対応というものを実際に行おうとすれば、それに反対する国内勢力も存在します。ここ最近では非常に公明党の動きというものが目立っているわけですが、当然のように自民党
内部においても二階派に代表されるような中国と共存共栄図りましょうよという路線の人たちも存在します。そして日本の経済界などにおいても、さあ海外に進出しようとなった時に、真っ先に韓国や中国の名を挙げるような人たちもいます。今回の日米首脳会談というのはそうした政治であったり官僚であったり経済界であったり、そういったところの親中派勢力に対して今回の首脳会談というのはそうした日米の連携をしっかりと強化し、中国との対立構図というものが明確になりつつあるんだよということを示すことが、それこそ国内における政治勢力であったり経済界であったり官僚ら、それらに対する牽制になることも一つ意味があります。そして牽制すると同時に、こうした対立軸があるということを明確にすることで、日本政府自身もそうした親中派勢力に対して実際に排除することが少しずつは可能になるでしょう。実際にやるかどうかというのはその時の政権の覚悟にもよります。そしてその覚悟が足りなければ、日本国内におけるこうした親中派勢力というものを抑えることができず、政治的にも経済的にも中国との関係性を重視するあまり、中国に対して物を言えない、何もできないといった状況がこれからもより悪化してしまうこととなるでしょう。そのことは当然のように日本国内において政治問題に関心の高い人たちの失望を買うこととなり、反自民党の動きというものも強まっていくでしょう。ただし、日本国内の政治における問題というのは、そうした今の政権に問題があっても、今の野党にはそれらを受け入れるような政党がないという問題もあります。だからこそ国民にとっての最大支持政党は何かといえば、それは無党派などという形のないものになってしまうのです。しかし、この無党派層の大きさというものが当然のようにいずれは日本の政治を動かすこととなるでしょう。これからの国際情勢にしっかりと対応できなければ、当然のように日本の政界も変化を強いられることとなります。そして今回の日米首脳会談に対する中国側の反応は基本的には反発をしています。なぜならば、チベットやウイグル、そして香港問題、いくらこれらを批判したとしても、中国にしてみれば、これはあくまでも国内問題であり、海外勢力からの批判は一切受け付けないよというのが、彼らにとっては以前からも続く姿勢だからです。この姿勢そのものは今後もなかなか変わるものではないでしょう。何しろ今回の日米首脳会談にもそうなのですが、あくまでも政治的外交的な連携強化であって、経済的な圧力や軍事的な圧力というものが急激に高まるわけではないからです。経済的な圧力が高まっていないというのは何かといえば、それは中国に対する経済制裁などが強化されているわけではないということです。例えば一企業に対する制裁などを行っていたとしても、それはあくまでも企業単位のものです。決して中国経済全体に対する圧力をかけているわけではありません。例えば半導体分野について制裁を課しますよ、またウイグル問題などにおいて制裁を課しますよと言っても、あくまでも担当する政府機関やその責任者たちに対するものであって、決してそのことを理由として中国人民、中国経済全体に対して何か強力な経済制裁をかけるといったことには発展していないのです。では具体的にどんな経済制裁の手が考えられるかといえば、お金の流れに大きな障害を設けることが一つ考えられます。その実例として言えば、香港ドルと米ドルの交換停止です。中国は香港を一つの出先機関として、そこで香港ドルと米ドルの交換というものを行っています。ですから中国経済に大きなダメージを与える一つの策として、この香港ドルの米ドルの交換というものを停止することができれば、中国にとっては米ドルの不足を招くこととなります。米ドルが不足すれば当然のように貿易に使うお金というものに苦労することとなります。中国としては人民解放源を使って貿易なども行おうとしているわけですが、世界各国の企業というものは人民元よりも米ドルでの決済というものを基本的には望んでいます。トランプ政権時代にはこのことが検討されていることがニュースとなりました。残念ながらこの米ドルとの交換停止についての話というのは、バイデン政権になってからはニュースが出てきていません。ですから進展はないというふうに考えた方が良いでしょう。このことがニュースになること自体が、それこそ中国共産党に対する圧力になるのですから、少なくとも話し合いを公開の場で行うことによって中国に対する圧力というものを高めていくことは、バイデン政権にもやってもらいたいものです。政治外交上の連携を強化していくというのは確かに重要なことですが、中国経済そのものに打撃を与えるような政策というものを行わなければ、第二次冷戦というものは残念ながらそう簡単に決着がつくものではありません。
なぜなら中国の人民解放軍というのは中国経済というものを基本として軍事力というものを伸ばしているからです。ですから経済に打撃を与えることによってその軍事力の拡大というものにストップをかけなければやはり中国の横暴というものも同時になかなか止まるものではないのです。話が結構長くなってきたので最後に第二次冷戦の概念についてのお話をしましょう。私は第二次冷戦という言葉を使っていますがこれは一般的な名称には今はなっていません。まず第一に冷戦というのはアメリカ側の立場に立ったものです。第一次冷戦というものがアメリカとソ連であってそして第二次冷戦というのがアメリカと中国との冷戦です。第一次冷戦はソ連の崩壊によって現在はロシアとなっていることからも分かるようにアメリカ側の勝利で終わりました。そして第二次冷戦がこの後ずっと対ソ連の時と同じように実際に戦火を交えない形で勝敗がつくかどうかというのは今からはまだ分かりません。この呼び名そのものが実際には間違っている可能性があります。それは第三次世界大戦の引き金となるような出来事として今が位置づけられた場合にはこれは第二次冷戦とは呼ばずあくまでも第三次世界大戦の前触れであったもしくは台湾有事を例えば台湾戦争などと呼ぶようにして冷戦などという名称を使うにはふさわしくない状況というものが生まれる可能性も当然存在するからです。そしてこのような戦火を実際に交えることになるかどうかというのは今まさに分岐点に今の時代は立っていることとなります。どちらに分岐していくかその要因というのはどれだけ戦火を交えることになるかもしれないなということを想定して準備をしているかにかかっています。なんだか不思議な話に聞こえるかもしれませんが実際に起こったらどうなるかそして何が必要かというのを事前にどんどんと準備していくことが結局のところはそうした実際に戦火を交えることにならないことにつながるのです。一体これがどういうことかといえばこういう問題が起こったらこういう対処をしようそしてそのためにはどんなものが必要なのか全部備えていこうという準備をどんどんと進めていけばそれだけ準備万端つまり守りが固い状況というのが外から見ても分かるようになるのです。一方で実際に戦闘が起こらないだろうな冷戦というものが永遠に続くだろうぐらいの感じでいると当然のようにあれもこれも準備ができていませんよ何かが起こっても対処ができないだろうなということがそんなことが外から分かっている状況というのは当然のように相手がどちらがつけ込みやすいかといえば備えがなければない方がつけ込みやすいわけです。台湾で軍事衝突が起こる尖閣諸島が占領されるかもしれないそんなことないという話をしていて結局のところ何も準備をしていなければそれこそ何かが起こった時に中国にしてみればしめしめちょろいものだという話になってしまうわけです。政治外交の場で連携を強化しそして中国に対する批判の声を高めている今は冷戦状態なわけですがこのことが中国に対する牽制となるのは事実ですが同時にこれによって全てが解決するわけでもありません。何も起きていない状況だからこそ今のうちに最悪の状態に備えていろいろなことを整備する対スパイ法を整備したり諜報組織を組織したりそして何かが起こった時に実際に動けるための法律の体系や装備を整えたりやるべきことはたくさんあるでしょうし日本国内における中国企業の進出などについても歯止めをかける必要があるでしょう。やるべきことはたくさんありそのやるべきことをどれだけやるかというのがそれこそ今は不確定な未来というものをより安全なものへと変えることができます。そしてこのような仕事というのは別に私のような素人でもできることであり決して専門家でなければできないような話ではないのです。にもかかわらず今後日本の未来において何かが発生した時にこんなことが起こるなんて想定外でしたというようなことを政治家が口にするようであればそれこそ怠慢としか言いようがありません。先ほども言いましたが現在の状況というのは素人でもわかるぐらいに冷戦の入り口に立っているのです。そしてその先にどのような未来が待っているのかこれが第三次世界大戦の引き金となるとか第二次日中戦争の引き金となるかそれとも台湾戦争といういわば地域戦闘の発生へとつながっていくのかまさに今何をするのかこれからどうしていくのかということによって未来が分岐していくそのような状況にあると私は考えています。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。